I saw him in Tokyo trying the most viral old man. This man has been selling this for 50 years. Just imagine your old grumpy grandpa making the worst flan of your life. Oh, it's bitter. It tastes like I'm just eating all egg white. You are a grown-ass man spitting up your food like a little baby because, oh my god, you guys, the bitter caramel pudding I ordered tasted bitter. For the Slice of Life barbecue food truck, I dropped off $500 in cash, but this was definitely a big learning lesson on the right and the wrong way to express them. On the right and the wrong way to express them. 通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、アメリカのフードインフルエンサーからの話題になります。現在ですね、アメリカで大変な人気を博しております、いわゆるね、フード系のインフルエンサーが日本にやってきまして、その日本編というのを投稿したんですね。するとですね、ここでは、その食べたものをその場で吐き出す等々、非常に無礼な動画だったということで、これがですね、世界的な大炎上となりました。で、これを受けましてですね、今回、謝罪動画を投稿することになったんですが、ここでもね、ある一言がきっかけで、さらなる炎上をしてしまっているというんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこの男、ご存知ですか？アメリカのね、非常に人気を博しているフード系インフルエンサーということで、今回ですね、この彼が、もう一人のね、インフルエンサーと組みまして、日本にね、来たんですよ。そして、数本にわたるね、日本編というのを投稿しました。するとですね、この中の2本ほどが、とてつもない炎上しまして、今回この彼らが謝罪動画を投稿することになりました。じゃあそれでね、進化したのかというと、こういった人たちというのはですね、やっぱり基本的にちゃんと謝ることはできないんですね。結局のところですね、それがバレてしまい、まるで鎮火しないということになってしまっているようです。で、ちょっとね、本編に入る前に少しだけお知らせいいですか？ここ最近ですね、カリフォルニアの市長が実はっていう動画ありましたね。あの動画もそうなんですが、YouTube さんがですね、チャンネル登録者に対してもおすすめをしてくれないというような感じになってしまってるそうなんですね。広くね、おすすめされないのは仕方がないんですが、チャンネル登録者に対しても表示しないみたいなね、そんな報告もいただいております。で、これもちろんね、全員が全員ではなくって、自分のところにはちゃんとおすすめされたよっていう報告もいただいているんですが、この原因がわからない。動画の内容がいけないのか、サムネイルが悪いのか、それとも YouTube が単にね、中でいろいろアルゴリズムとかシステムを変更していて、そういう時ってね、こういうこと起こりやすいんですが、なのでもしかしたらね、チャンネルがね、何かしらのペナルティを食らってるとか、YouTube そういうの教えてくれないんで、内部的にね、なっていたりもするのかななんてことも考えたりはしたんですが、普通にね、それ以外の動画をおすすめしてくれてるんですね、その日。これもアナリティクス見るとわかるんですけどね。つまり、YouTube 的にね、その日、フクタが投稿してないことになっちゃってるんですよ、動画を。なので、投稿してないと思って他の動画をおすすめしてるんですね。で、これ原因が全くわからなくって、もしかしたら今後もね、そういった動画出てくるかもしれません。下手すればこの動画もそうなってるかもしれませんね。なので、特に平日、あれなんか今日上がってないなと思ったら、ちょっとホーム確認してみてください。毎日楽しみにしてくださってる方にはせめて見ていただきたいので、お手数ですけどね。日本旅行中に食べ物を吐き出したインフルエンサーが後味の悪さを残している。ここね、bad taste とありますが、これね、これ美味しくない、まずいという意味なんですが、後味が悪い。こういった意味になるんですね。つまりこの見出しはそのダブルミーニングになっています。これうまいですよね。かつてフードインフルエンサーは何でも褒めて何も嫌わないと揶揄されていた。しかし今では逆のことをして目立とうとしているようだ。特にライフビシアンというアカウント名で活躍するコンテンツクリエイター。ちょっとこれね、名前呼び方違ったらすいません。シアン・アビオンは TikTok で300万人以上、Instagram で60万人以上のフォロワーを抱えているが、ここ1週間、日本旅行中に食べた料理に対する不作法な振る舞いで話題になっている。ということで今回ね、こちらで何が起こったのか見ていきますが、まずね、この人物です。こちらですね、はい、TikTok スタートあります。シアン・アビオン。この人はですね、2002年生まれなので、今23歳ということですかね。とにかく若いわけですよ。で、一応ね、アメリカで生まれたということで、アメリカのインフルエンサーとこのように紹介されています。で、現在ね、こちら、同じくね、TikTok スタートされております、ビンスリー。このインフルエンサーとね、つるんで動画制作をしているということで、この人はですね、ここにありますが、
ベトナム系なんですね。なのでこのね、シアンアビオンもベトナム系ということなのかもしれませんね。ちょっとね、詳しいことがわからないんですが、おそらくそういうことなんじゃないかなと思います。で、彼ね、まだ本当若いということなので、それでいてね、とんでもない数のフォロワーを抱えているということですから、つまり、非常に短い期間でね、もう爆発的な人気が出たということなんですね。故に勘違いしてしまったんでしょう、今回ね。これが本当にすごくてですね、こちらね、もともとね、YouTube から投稿を始めたということのようなんですが、メインがね、ショートとなっておりまして、ここね、見ていきますと、一番古い動画ですね。これなんですよ。どうやらね、マクドナルドのレビューからね、始めたということなんですが、ここね、実際見てみますと、はい、ほら、2023年なんですよ。で、一応ね、このアカウントは2017年に作られたアカウントのようなんですが、本格的にね、こういった投稿を始めたのが2023年ということで、すごいでしょ。つまり、プクタとほとんど変わらないということですね。もうプクタがね、未だにこんな駆け出し YouTuber みたいなことやってんのに、この人はですね、現在、TikTok スターと言われるレベルの、もう何百万人もフォロワーを抱えるようなインフルエンサーに成長したと。で、こちらね、インスタ見てみますと、フォロワーがね、68.8 万人。はい、こちら現在の主戦場なんですかね、TikTok になりますと、見てください、こちら。320万人ですよ。すごいでしょ。そしてね、先ほどからフードインフルエンサーと言われておりますが、このようにね、様々なものを食べて感想を述べると、こういったインフルエンサーなんですね。で、最新のね、動画を見ていきますと、この辺ですね、これ、全部ね、日本の動画になっています。つまり今回ですね、この彼は来日いたしまして、日本編を制作していると。そしてこれが大炎上してしまったというわけなんですね。で、まずね、問題となったのはこちらの動画でした。もうすでにですね、元の動画というのは消してしまっておりまして見れないんですね。なんですが、その消された動画をね、このように引用してこれを批判するという、そういった動画がね、残されておりますので、プクタもね、ちょっとこれでしか確認できていないんですが、これはですね、ちょっと後ほどね、詳しくご紹介しますが、虎ノ門でね、非常に人気のあります喫茶店。ここの名物店主なんですね。で、このお店ね、特に人気なのがプリンだそうなんですが、これをまずね、酷評したようです。でね、今回なぜここまで燃えているのかというのは、酷評したからというわけではないんですね。もうとにかくね、その態度なんですよ。不敬。もうここの一言につきます。もう自分がね、こうやって取材させてもらってるにもかかわらずですよ。おそらくね、言葉がわからないだろうということで一気になってるでしょうね。ここの店主を揶揄し、この食べたプリンをね、吐き出すんですね。Alright, y'all, I'm in Tokyo trying the most viral old man. This man has been selling this for 50 years. Just imagine your old grumpy grandpa making the worst flan of your life. Oh, heck. It's bitter. It tastes like I'm just eating all egg white. You are a grown-ass man spitting up your food like a little baby because, oh my god, you guys, the bitter caramel pudding I ordered tasted bitter. But I guess it's too much to ask somebody with millions of followers to do 2 minutes of research before flying halfway around the world to trash a business that's been around twice as long as they've been alive. Being a food influencer doesn't make you a food critic. Stick to the McDonald's reviews. いや、やばいでしょ。ちょっとね、これ、面白くて笑ってるわけじゃないんですよ。もう笑うしかないという状態ですね。いやー、驚きますね。ここでね、ちゃんと批判されてるというのがまだ幸いですが、この動画がですね、大炎上いたしまして、彼はこの動画、削除することになりました。で、このお店、こちらなんですね。ヘッケルンというね、虎ノ門のお店で、ここね、ジャンル、喫茶店とありますね。こちらね、3.69 点ということで、この界隈ではね、トップの評価を得ている、非常に愛されているお店なんですね。でね、ここにもあります。虎ノ門で半世紀愛される喫茶文化と。で、こちらにね、別のサイトがありまして、詳しく出ているんですが、虎ノ門から徒歩5分、裏路地に静かに佇む老舗の喫茶店は、創業1971年以来、変わらぬレトロな雰囲気で、多くの人に愛されていますと。いうことで、わかります？あのインフルエンサーより、ほとんど倍長くここで営業してるんですよ。で、そこにね、海外からのこのことね、若輩者のチンチクリンがやってきてね、そしてここの店主を揶揄して、彼の作ったプリンを吐き出すと。信じられます？よくそれをアップしたなと思いますが、もう本当にね、このプリンというのは名物なんですね。もうめちゃくちゃ美味しそうでしょ。絶対美味しいプリンじゃないですか。僕とはね、固めのプリンが大好きで、こういったね、喫茶店のプリンも大好きなんですけど、これを食べて、苦いって言ってますから。いや、それ苦いよ。皆さん、すごいでしょ。それが世界的に大バズりしているフードインフルエンサーです。
そんなもんなんですね。まあ本当にね、恐ろしいですよ。でね、ちょっとね、一応この背景というのをお伝えしておきますが、先日のね、土足文化の違い、これに通ずるものもありますが、基本的にね、海外では、こういったものを食べてね、レビューするときは、結構はっきり言うんですね。美味しいものは美味しい。まずいものはまずい。結構はっきり言います。なので、まずいということに対して、日本ほどの抵抗感はないというのはあるんじゃないかなと思います。例えばね、プクタ、ディズニー系のね、動画よく見るんですけど、日本だとね、いわゆる D 系のインフルエンサーと言われる人たちは、ディズニーランドのフード、悪く言わないでしょ、基本的に。あまり好きじゃないなと思っても、ちょっとね、自分には合いませんでしたとか、かなり気使って言うじゃないですか。これね、海外に行きますと Vlog とか見てるとね、本当にディズニー大好きな人たちがインパして、そこでフード食べる。まずいと思ったら、うわって言いますから。何これって言うんだよね、普通に。なので、自分には合わないというのを表明することに対しての抵抗感は日本ほどはないというのはあると思います。なんですが、今回問題となっているのは、この店主に対しての不敬だとか、さすがにね、この食べたものを吐き出す。それはないだろうと言われてるんですね。なので、こういった文化のある海外ですら批判されている。そして炎上している。それがね、今回の問題の根幹なんじゃないかなと思います。そしてこういった不敬というのはね、これだけではありませんでした。この動画に関してはね、ここで残されているんですが、これですね。こちらね、日本のバーベキューを提供するフードトラックに行きまして、これをレビューしてるわけですね。そして、ここでもですね、これを吐き出すということをやるんですよ。で、先ほども言いましたが、このね、動画一通り見ますと、ぜひね、皆さんも興味あったらご覧になってみてください。言ってることだけは、まともなんですよ。レビューはしてるんですね。で、ただ単に口には合わなかったというだけでしょ。おそらくそういうこともあるでしょうよ。美味しくもないのにこれは美味しいなんていう方が不誠実だと思うので、口に合わないんだったらね、もうそれは仕方がない。ただ、ここでもね、その食べたものを吐き捨てるということをやってしまったため、この動画もね、炎上することになってしまうんですね。でね、やっぱり恐ろしいのは、この人ね、ちゃんとこのフードトラックの中に入って、調理風景撮影してるんですよ。そしてちゃんとね、その調理してる人も映してるんですね。その人の作った料理、吐き出す本当に。もうね、全く意味がわからないんですよね。そういうことをやってしまったわけですね。ちなみにね、このお店がスライスオブライフというお店で、こちらね、食べログ 3.16 点ということで、ここね、アメリカ料理になってますね。明治神宮前駅ということで、大きな店舗を構えているわけではなくって、ここね、表参道ヒルズの裏側の通りにあるアメリカンフードのお店です。お店といっても、フードトラックとガレージのみの簡素なお店ということで、このね、ガレージで仕込みをして、それをね、このフードトラックでも売っているということのようで、今回この彼らはフードトラックの方に行って試食をしたと。こういうことのようですね。それがね、こちらになるんですが、すごく美味しそうですけどね、和牛のバーベキューということなんですが、彼らが言ってるのはね、味がしないと言ってるわけですよ。つまり、海外のね、こういったバーベキューというのは濃い味付けがされておりますので、基本的にね、日本の料理というのは、素材の味を楽しむ。そういった思想だったりもするので、根本的に合わないんですね。とにかくこれらの料理を酷評し、吐き捨てたと。これは大の男がネット上で自分が食べて半分噛み砕いた食べ物を吐き出している様子を撮影し、その上で文句まで言っているということだ。中にはアビオンのようなクリエイターは本音を言ってるだけだと擁護する人もいる。まるで少しでも世論と違う意見を持つことが人として最低限のマナーを完全に無視するのを正当化するかのように。たとえ東京のヘッケルンの有名なプリンが過大評価されていたとしても、あるいはスライスオブライフのブリスケットがパサパサだったとしても、子供みたいに食べ物を吐き出した時点でそもそも持っていた信頼性は完全に失われるだろう。ということでですね、どうやらね、これを受けまして、これね、あくまでも噂に過ぎませんが、かなりフォロワーが減ったというようなことも言われておりまして、ついにですね、この人、ここでね、謝罪動画を出すことになりました。I never want to come across as putting down a business or disrespecting people, and especially their culture, just because something personally wasn't for me. ということで、この動画に関してはね、こちら、インスタでも投稿されているんですが、この動画ご覧になっていただくとわかりますが、もう思いっきりね、カンペ読んでます。だったらね、これちゃんと謝りたいんで、原稿読ませてくださいって言えばいいんじゃないかなと思いますが、チラチラ横見てね、原稿読んでるだけなんですね。で、そこもね、かなり突っ込まれているわけですが、ここですよ、見てください。この彼ね、自身でね、この動画にコメントを添えておりまして、はい、ここね、My bad. I'm so sorry じゃないんですよ。My bad. つまり、悪かったよと。ここでね、軽い謝罪をコメントするんですよ。言わなきゃいいのにね。本当にこんなことね、言わなきゃいいと思うんですが、そして今回の謝罪がね、これにより大失敗してしまうんですね。もう早速ね、ここにありますよ。こいつ、My bad って全然反省してないだろ。
4万人のフォロワーを失ったんだ。だから彼はこんなことをしている。で、こちらね、TikTok の方になりますが、これね、早速、はい、クラウンになってますね。つまりこれね、道化師といって嘲笑されてるんですね。そしてね、ここでも言われています。My bad。ね。そしてその下、彼は気にしてないよと。いい台本だよ。ここね、チャット GPT ということで、この下もね、台本読んでるだけじゃん、なんて言われておりますが、ここね、誰かいますね。この人ね、大炎上しておりましたが、樹海の人ですね。このようにしてですね、この謝罪動画というのは、大失敗することになるんですね。ちなみにね、こちら、ビン3もね、今回の件、こちらになりますが、同様の形でね、謝罪動画というのを上げておりまして、実はこの彼もね、別途、ここでね、同様のレビューしてるんですよ。で、公表してます。で、彼はね、吐き出したりはしてなかったと思うんで、シーンほどは炎上してないというような感じですが、二人ね、パートナーで今やってるそうなんでね、ほとんど同様の台本で、これを謝罪しているというような状況になっています。一時期はね、X で、バーベキューを介してね、アメリカと日本が結ばれたなんてやっておりましたが、お互いの写真を共有したりしてね、やっておりましたが、実際ね、こうやってアメリカからフードインフルエンサーが日本のバーベキューを食べに来たら、このような炎上に発展するというのが、非常に皮肉な話ではありますよね。で、一応ね、これを撮影するにあたり、500ドル置いてきたというようなね、ことを言っておりますが、これもね、本当か嘘かわかりませんよ。一応そのように主張しておりまして、これ日本円で約8万円弱ですか、置いてきたと言っているので、一応彼らの中ではね、それで、何しても文句を言うなというスタンスだったのかもしれませんね。ただいずれにせよね、この言葉の壁というのを利用して、不敬を働いているというように見られてもおかしくないんじゃないかなと思いますね。人前で食べ物を吐き出すやつは恥を知るべきだ。正直これは本当にひどいし子供っぽい。あと、年配の店主さんも気の毒だ。かなり高齢っぽいし、元気がないだけなのかもしれないのに。実は自分実際にこの店行ったことあるんだけど、プリンは本当に美味しかったよ。このクソ野郎。注目集めのためと、年配の店主に嫌がらせをするためにやっただろう。マジで何なんだよ。好きじゃないのはわかるけど、食べて吐き出すのはなんでなんだ。失礼極まりない。いい大人の男たちが食べ物のことで子供じみた振る舞いをしている。コメント欄でみんなが年配の店主さんを擁護して、シアンの失礼な態度を批判しているのを見て安心した。はい、ということで本日はですね、アメリカのフード系インフルエンサーが日本編を投稿しまして、その内容があまりにも失礼だということで、海外で大炎上しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回ね、改めてこれを取り上げましたのは、実際ね、自分たちの提供した食べ物でこんなことされたというのを、このね、日本の店主たち知らないんじゃないかなと思うんですよね。故に、ちゃんとこのフードトラックの中に入れて取材させたり、自分を映させたりしてるわけでしょ。だから、この動画ね、どれだけご覧になっていただけるかわかりませんが、またあれか、この動画を投稿してないことになっちゃってるかもしれませんが、ちゃんとね、覚えておいてください、この人。はい、これね、シアンアビオン。そして、こちらね、ビン3。この二人でつるんでね、現在動画を制作しているそうです。日本のね、飲食店の皆さん、ダメですよ、取材受けたら。本当に。自分たちはね、結構なお金を置いてきたというように主張しているようですが、たかだか500ドルでしょ、言っても。どんなに侮辱されてもその500ドルがないと経営やっていけないんですって言うんであれば、福田がそこ行って500ドル分買って美味しく食べますから、もうね、二度と日本の飲食店の取材ができないようにしてやればいいんじゃないかなと、福田個人的には思っておりますが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。